こんなイメージ。ここのエラからこう流れてきて、ここ以前はねここつなげなさいって言ってたんだけど、本当はねこうやって作った方がね猫らしい顔になります。はい、それじゃ今回もねオーダーのね続きをやっていきます。前回ねここまで仕上げたので、今回ね最後まで顔を作っていきたいと思います。でまずね下顎から作っていきます。でね土台が今こうやってブヨブヨの状態だからね、だいたいこの口元の形が決まったからもう固めていきます。でねこの下顎作る時にみんなね結構遠慮しがちに、すごく小さくこうなんていうかな、後ろになんていうかなるように作るんだけど、したら前からあまり見えないのね。僕もねこれね昔こうやって作ってたんだけど、でもね顎はちゃんとね前に出すようにして作ってあげた方がより猫らしい顔になります。なんでねしっかりね出してあげます。こんな感じで。で今すごい顎出しちゃってるけど、今やばい状態で差し固めていくから、ここからね縮こまっていくから、少し余分に前に出すようにして刺していって、あとは固めて形を作っていきます。遠慮しがちに作っちゃう人はね、下顎ちっちゃくなっちゃう人はディズニーのさライオンキングとかねを作るイメージでね作るといいんだけど、かといってライオンキングみたいに顎あんまり大きく作っちゃうと本当大型の猫科動物になっちゃうから、そこはね十分気をつけてほどほどに。これもねまだがっちりかっちりね作る必要はありません。ある程度固めて全体的なバランスをね最終的に見て、一番最後にね全体的にまた固めていくんでね。はい、まずはねこんな感じで、これで多分ね後でまだもう少し前に出します。で次ね上まぶた作っていきます。これね上まぶた作るのって思ったでしょ。これねまだ足りないんです。こっからねさらに足すんです。であんまりね分厚くやっちゃうとダメだから、あんまりいつもより1回目ねまぶたかぶせるよりも薄くていいんだけども、これをねちょっとねこういう状態でかぶせてあげます。でこれがね目尻になるので、まず目尻の位置を決めて、全体的に貼り付けていきます。でこれ面が広い時はねこうやって5本針とか使ってもいいんで、ただねレジンでね目玉アイシートとかで貼ってる人は針刺してね目玉剥離しちゃうから、そこは十分注意してやること。でこれだとねこうやって分厚くなってるから、これを潰して平らにしていきます。でねこの上まぶたね、これの時はその作る子の表情によるんだけども、基本的にはこの黒目の上にちゃんと上まぶたがかぶるように、これがかぶってない、黒目にかぶってないとものすごいギョロッとした目になってしまうから、そこはしっかりかぶせてあげる。だとにかくまぶたが分厚くならないように眼球にしっかりかぶせて貼り付けるのと薄くするっていうことをやります。そのためにはもう何度も何度も細かく刺すしかありません。でここ丸くしないように、ここはね平らにしてあげる。ここね、ここはまた後からやるんだけど、極端にやるとここがね平らになってるよね。これわかる？こういうこと、こういう形状にしてあげる。ここは
やっぱりね、このまぶたかぶせたりしても、やっぱりみんな刺し方がすごく甘くて、でここがね弱い人がねほとんどだから、しっかりと刺してある程度の厚みがあって強度もあって、で形を整えれる。でなおかつこの上にしっかりと植毛していけるっていうね肉厚を作っておかなきゃいけません。はい、ひとまずこんな感じ。じゃあ反対。これ今作業全部ねスピード針です。まあこのね目のかぶせるこの量とか厚さとかどれぐらい潰したらいいとかね、これはねもうほんと経験積むしかないです。やっぱしっかりなんていうかな、奥深くからね形変えたいときはもうこういうところはねザクザクしっかり刺していってください、深く。ただ使ってるニードルの種類によってはねなんていうかな、繊維破壊起こしやすい針もあると思うから、固めすぎちゃうやつとかだから使う針はねちょっとね自分でいろいろそれぞれ持ってるもの違うと思うから、ちょっとそこはね手の感触で感じながら繊維破壊を起こさないようにねやってください。はい、上まぶた大体こんな感じかな。ちょっと顔つき変わったでしょ。でね、今ちょっとここが高いから少し潰します。で今ねここがね高くなってるから、今回は特別作らないんだけど、いつもはこれくらい丸めて、まあ今回もつけようか。ここにねポコンっていうやつをねつけるんですよ。でこれはこっち側に肉っていうかな、この傾斜がこっち側に向くようにしてあげて、この目にかぶるようにねこのポコンを作ってあげる。ポコンポコンポコンってなんだ、なんだろうね、ここの名称ね。いつもポコンって言って習いに来てくれた人にはポコンで通じてんだけど、これねわかる？このかぶせるの、犬だったらねこっち側にこの方向に乗せていくんだけど、猫の場合はこっち側にこうやって盛り上がり方をね方向を変えてます。でここを作る時にもう気をつけてほしいのが、ここが下がりすぎないように、ここがへこんでしまうとおかしくなるから、ここね、はい、こんな感じね。顔つきが少し変わったよね。じゃあここからね後頭部をね作っていきます。まあ、後頭部の作り方は特にないんだけれども、まあここに付け足していくだけなんだけどね。これもね結構深く刺すから、裏からね目玉にヒットさせないようにね注意。この結構深く刺す時は本当に注意してやること。いつもみたいにこの先端ね、このちょんつきの時は指さしても大したね血出るか出ないかぐらいでね、あいたってくらいで済むけど、この深く刺す時は本当に結構奥までね刺さっちゃうから、本当に十分気をつけてやって。結構ねかぶせ方は大雑把です。こんな感じでかぶせていきます。あんまりねこう長くなりすぎないようにね、そこはちょっと注意しなきゃいけないんだけど、まあ、ざっくりとねこんな形で、まだねこれ上かぶせてってね形整えるんで、とりあえずこんな感じで後頭部を作っていきます。でここまでできたら次ねこのエラの部分、顎関節の部分をね作っていきます。でねこの顎関節の部分で、これは顔をしっかりと正面向けて、でそれに対してこの線上、目のラインに来るように、それ以上上に上げない。このねこの目尻の高さぐらい、ここぐらいにしておく。
で、この辺のね、顎のラインの作り方なんだけど、今ちょっと簡単にやってるけれども、この顎関節、エラの部分があって、これはね、ここから、この流れから、このヒゲ袋、こっちに流れるように作る。イメージとしては。ちょっと今分かりやすく極端に作るけど、こんなイメージ。こんなイメージで作っていく。これもっとね、形整えるよ。ここのエラからこう流れてきて、ここほっぺたここに向かっていくような流れを作る。で、下顎は、以前はね、ここつなげなさいって言ってたんだけど、本当はね、こうやって作った方がね、猫らしい顔になります。正面から見るとこんな感じね。で、しっかりここがね、正面から見た時に出てるから、顔の横幅が作れる。で、これもね、みんなちっちゃくすごく遠慮して作っちゃうから、なんか合ってるんだかないんだか、ね、あまりこう、意味をなさなくなっちゃってるから、しっかりね、作ってあげる。はい、ひとまずこんな感じですね。こんな感じ。で、あと、ほっぺの肉付けっていうのもやるんだけれども、ここはね、薄くやります。で、これはね、モデルの子のね、体型によっても変わってきます。ちょっとね、ふっくらした子だったらね、多めにつけなきゃいけないし、でも痩せてる子だったらね、本当に薄くつけなきゃいけないし、でもね、この辺の無駄な段差をなくすためにつけます。ここはね、この下顎と連結させていく。で、ここ全体をなだらかにしてあげる。多分ね、作っていく過程でこういうところにね、すごい溝ができると思うんだけども、そういうのはね、綺麗に埋めてあげます。まあ、こんな感じでね、この辺の無駄な段差は埋めて、綺麗にする。でもこのヒゲ袋のこのぷっくりしたやつ、ここはしっかり見せておく。はい、だいたいこんな感じ。あとは、ここまだ側頭部がね、ここ小さいので、ここしっかり作ってあげないと耳つけるときに苦労するから、側頭部を膨らませていきます。ここもね、結構、なんだろう、みんな遠慮して作ってなかなかね、膨らませれない人多いんで、ちゃんとね、ここは耳の土台になるところだから、しっかりと膨らませてあげる。こんな感じ。全然違うでしょ、こっちとね。反対側も膨らませていきます。でね、首の方はね、これもう少し肉付けするんだけど、この辺はね、わざと柔らかくしてます。っていうのはね、これ、体に装着するときにね、つきやすくするためです。まあね、ひとまずね、こんな形で顔ができました。まあ、あとはね、まだ緩いんで、あと首元もね、肉付けするんだけども、ちょっと全体的に、最後はね、極細針で、全体的に締め込んでいって、しっかりとした、この硬さを出してあげて、まあ、顔のね、ベースは終了になります。はい、そんなところです。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が
フェルト作家を目指している人や、もっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。